チェンライのランドマークである時計塔です。うわ、かっこいい城。写真を撮るのを楽しんでいる方が多いです。お姉さんたちが踊り狂っていますわ。ね、あの顔、ムカつくな。はい、ラオスからタイに戻ってきました。チェンライに到着しました。早速なんですが、4日後にチェンライからパヤオというところに移動するので、先にバスのチケットを買っておきます。4日後のパヤオ行きのチケット購入できました。4日前なのに席結構埋まってたんで、同じルートを使う方は結構早めに購入した方がいいと思います。現在チェンライバスターミナル1にいるのですが、ここから徒歩で次の宿へ向かいたいと思います。ホテルのチェックインはまだなのですが、早めに着いて荷物だけ預かってもらってから街へ探索出かけます。ラオスから戻ってきたらロータスやセブンイレブンのようなチェーン店を見るだけでちょっと安心します。チェンライの交通量はチェンマイと比較すると結構少なめですね。チェンライには、今日から4日間滞在するので、素敵な場所を見つけてこの動画でお伝えできればなと思います。ターミナルから歩いて10分ほど4日間お世話になるホテルに到着しました。荷物預かってもらいます。荷物預かってもらいました。部屋が空いてたらね、早めにチェックインもさせてもらえたっぽかったんですが、まだ部屋空いてなかったみたいなので、それは無理でした。ではチェンライ一発目のご飯を探しに行きます。ではこちらのローカルな雰囲気のお店行ってみようと思います。フードメニューは50から60バーツ、平均的な価格です。ブレイズドチキンヌードルというのを頼みました。鶏肉とこの血の塊のやつ、大きめで太麺ですね。太麺美味しそう。いただきます。鶏肉もホロホロで美味しいんですが、特徴的なのはこの麺ですね。極太の麺がもっちもちでかなり美味しいです。はい、ごちそうさまでした。そこそこ美味しかったです。チェックインまでまだ1時間半ぐらいあるので、もう少し探索してみます。交差点などにはチェンマイよりも信号が多いので、道の行き来しやすいです。Google マップで調べたところ、他のカフェと比べて圧倒的に安かったこちらのカフェで休憩します。店内は広くはありませんが、可愛い雰囲気です。ハイスピードではありませんが、Wi-Fi もつながります。1箇所だけ充電するスペースも見つけました。アイスカフェラテ注文しました。タイではホットとアイスではアイスの方が10バーツぐらい高いことが多いのですが、こちらのお店ではホットもアイスも同じ料金でした。コスパの高い良いお店でした。節約派の人にはおすすめです。しかしチェンライのお昼めちゃくちゃ暑いですね。ちょっとチェンマイより暑い気がするので、お昼で歩くのは少し気をつけながら動きます。こちらはチェンライの中心地周辺なんですが、日本の商店街に似た雰囲気がありますね。では2時になったのでチェックインしに行きます。さあ、では今度こそチェックインします。チェックインできました。いいですね。グランドフロアには素敵な共有スペースがあります。こちらで作業や食事取れそうです。では部屋に向かいます。3、4泊するお部屋どんな感じでしょうか。決して広くはないけど清潔感のある部屋ですね。匂いなど一切ない綺麗な寝具です。ベッドバグとかも絶対ないと思います。大事な水回りも特に問題なさそうです。シャンプー、コンディショナー、シャワージェルも準備されています。エアコンもついてます。これなかったらやばいんでね。ありがたいことに水、コーヒー、ちょっとしたお菓子、これもありがたいんですよね。耐熱グラスもあります。お湯も沸かせるので、部屋でコーヒー飲めます。ちょっとちっちゃめですがドライヤーもしっかりとあります。洋服もかけれます。なんてことない、こういうちょっとした台がありがたいんですよね。そしてアコナティックかなのちょっと大きめのテレビがあります。こちらに Fire Stick 挿して使います。Netflix、YouTube、Amazon プライムボタン付きですね。Wi-Fi スピードも何不自由しない速度が出ます。1泊2000円以下の良さげな宿です。では、荷ほどきしてゆっくりします。しっかりと休憩ができたので晩ご飯を食べに出かけます。1食50バーツ以内で、食べられるような安いお店を探しに行きます。 Google マップを見て下調べした感じ、チェンライは、
ハラルフード屋さんがちょっと多そうですね。ムスリムの人が多いのかもしれません。噂をすればすぐそこに立派なモスクがありました。そのうちハラルフードにも挑戦してみたいです。今日の晩ご飯はローカル感満載のこちらのお店にします。さすがタイです。店内ではムエタイの試合を流しています。英語メニューはありませんでしたが、そういう時は Google レンズの Google 翻訳を使えば、余裕で何があるか分かります。カオソイ注文しました。すぐに出てきました。いただきます。40バーツと過去最安のカオソイなんですが、めちゃくちゃ美味しいです。とろけるぐらい柔らかい鶏肉にスープも超美味しいし、麺は普通の感じですが、トータルめちゃくちゃ美味しいです。今まで食べてきたカオソイの中で一番結構ダントツでコスパいいです。今までで一番安いだけじゃなくて、下手したら今までで一番美味しい可能性あります。ごちそうさまでした。カオソイはボリュームが少なくてお腹いっぱいにならないこと多いんですが、ここのはボリュームもしっかりとありました。最高。めちゃくちゃ美味しかったです。いや、久しぶりに興奮しました。次ちょっと、デザート、買いに行きます。こちらの屋台でロッティを注文していただきます。こちら生地を伸ばしています。すごい慣れてるな。かっこいい。バナナロティを注文しました。お願いして焼いてるところを撮らせていただいています。こちらバナナロティ40バーツです。いただきます。いただきます。おいしい。口に入れた瞬間バナナの甘みが広がって、噛んだら外側サクッとして中はしっとりと柔らかくて美味しいです。デザートにぴったり。いや美味しかった。いや今のところ、チェンライの食べ物の満足感結構高いです。では次はこちらのおしゃれな形状のセブンイレブンで水買って帰ります。こちら東南アジア旅行の必需品ですね。では次はですね、宿の近くにチェンライの有名な時計台があるので、そちら見に行きます。すごいですね。道と道の間の中央分離帯っていうのかな、そこがバイクの駐輪場になっています。いや東南アジアっていう感じです。こちらがチェンライのランドマークである時計塔です。いや生で見ると結構迫力あってかっこいいですよ。ちなみに時計塔周りはこのように綺麗にライトアップされています。こちらの時計塔、時間帯によってライトアップの色が変わったりするみたいなんで、ちょっと待って見てみるとします。おそらく色が変わるのを待っているのでしょうか。観光客がだんだん集まってきました。はい、色が変わったんで、帰ろうと思います。ちなみに先ほどのライトアップショーは約7分間続いていました。では今日は帰ってゆっくりします。おやすみなさい。バイバイ。おはようございます。朝ごはんを食べに行きます。こちらのホテル洗濯機付きです。値段は1回40バーツ、チェンマイで10バーツでやってたんで少し高く感じます。こちらがチェンライの朝の雰囲気です。結構気温低いので出かける際は長袖長ズボンをおすすめします。こちらが朝の時計台の雰囲気です。今日はそのすぐ隣にあるこちらのフードトラックで朝ごはんをいただきます。フードトラック近くで見るとこのような雰囲気です。かっこいい。フードトラックですがしっかりと席が準備されています。こちらで座っていただきます。時計台の目の前でいい立地のお店です。英語付きのメニューです。こちらからメニューを選んでここに書いて店員さんに渡す注文スタイルです。デザートのつもりで頼んだものから来ました。前から気になっていたドーナツです。こちら練乳につけて食べるスタイルみたいです。おいしい。結構味はもう普通にがっつりドーナツですね。美味しい。メインディッシュ来ました。思ってたのとちょっと違う雰囲気ですがいただきます。
サクサク。注文ミスったかなって思ったけど結構美味しいです。パンにはなんか1本だけ入ってます。でこちらのオムレツが結構具だくさんで、中身は半熟で、見た目以上に美味しいです。ごちそうさまでした。55バーツでお腹いっぱいになりました。次は市場に行って果物の値段調査してきます。はい、こちらがカードルアン市場のおそらくメイン入り口の付近ですね。すでにすごい活気です。安いですね。このサイズのバナナが25バーツ約100円です。チェンマイでもこんなに活気あふれる市場は今のところまだ見たことないです。すごい人。野菜や果物が相当安いんで、自炊派の人はかなり節約できるのではないでしょうか。いや、毎日このレベルで盛り上がってるやったらすごいですね。お祭りみたいな雰囲気です。1キロあたり50バーツでお魚も売ってますね。チェンライは海がないのでおそらく淡水魚なのかな。驚きですね。見えるかな。スズメ売ってます。スズメ多分おそらくこれは買って逃がして徳を積むみたいなタイの仏教のやつですね。ここら辺の土壌かな。土壌とか亀、これもおそらく買って川とかを堀に逃がして徳を積むみたいなやつです。こちらスズメです。かなりの広範囲に、お店が立ち並んでいて、どこがカードルン市場っていうのがちょっと分かりづらいんですが、もう少し見てみます。マンゴーは1キロ30バーツ、今まで見た中で一番安いです。バナナ買いました。35バーツです。大盛り上がりだったところがもう30分ぐらい経つだけでだいぶ静かになりました。来るなら8時前ぐらいかなに来るのがおすすめだと思います。では一旦宿に帰ります。今日は、午前のうちにちょっと観光行ってきます。ではホテルで自転車をレンタルして観光に行ってきます。割とボロボロの自転車のレンタル料が100バーツ約400円とちょっと高かったんで、違う方法で観光行きます。近所に自転車屋さんがあるので、せっかくなんでそこでのレンタル料金も調べてみます。チェンライでもエニウィールっていうレンタルサービスが使えたら一番いいんですが、残念ながらそれはないです。ちなみにボルトとグラブはチェンライでも使えます。こちらの自転車屋さんでも、自転車借りれるようでした。ただ1日100バーツで、マウンテンバイクを借りれるみたいです。ただ僕はちょっと違う方法また探ります。ちなみにチェンライには有名な観光地として白いお寺、青いお寺、黒い家っていうのがあります。で今向かっているのは青い寺。ここから約 3km ほどなのですが、とりあえず歩いて向かうことにします。途中でいい自転車屋さんとかがあったら値段調査しつつ臨機応変に選びます。立派な自転車屋さんがあったので一応値段聞いてみます。はい、こちらの自転車屋さんも1日100バーツでした。なのでチェンライではそのぐらいの値段が相場っぽいですね。ホテルの値段も妥当な値段だったっていうことですね。さあじゃあ歩いていきます。こちらの川はコック川といってメコン川から枝分かれした川です。さあ、この橋も歩いて頑張って渡りましょう。いい経験です。こちら橋の上にある街灯なのですが、もういちいちデザインがもうタイっていう感じです。3キロ近く歩いてやっとコンビニ見つけました。ちょっとここで休憩します。タイで人気のレッドブル的な栄養ドリンク2本買いました。さああと1キロほど頑張って歩きましょう。南国っぽい木に挟まれた、並木道に行きました。もうすぐ到着です。到着しました。こちらが青いお寺ワットローンスア店です。お寺の周りは観光バスで溢れています。ではちょっと中入って見てみます。まず入り口の門にある塔からいかついですね。近づいて見てみると結構グロテスクな漫画のベルセルクみたいな世界観です。本当ベルセルクの食のシーンを思い出すようなデザインです。もう入ってすぐの正面にそびえ立つのがこちらのなんていうのかな、メインのなんていうんだこういうのは。かっこいい。こちらが本堂のようです。中に入ってみてみます。一つ一つデザインが派手でかっこいいですね。こちらが先ほどの本堂の内側です。すごい人の数ですね。写真を撮るのを楽しんでいる方が多いです。ここより奥で写真を撮るときはブッダに
敬意を示して座って写真を撮りましょうと書いています。こちらは天井です。隅から隅まで美しくデザインされています。こちらのお寺2016年に完成したようで、なのでこういう絵とかも一つ一つデザインが新しい感じですね。写真映えしそうな場所がかなりあるんで、カメラが好きな人とかにはかなりおすすめだと思います。荘厳な雰囲気のありがたいお寺というよりはアトラクションのような楽しいお寺です。ところどころにこのような水晶が置いているんですが、これおそらくこういう感じの写真を撮るために置かれている気がする。ちなみにお手洗いは無料です。お気持ちで、よろしければお金入れてくださいみたいな感じでした。はい、では暑すぎるのでそろそろ帰ろうかなと思います。帰りは、ボルトでタクシー呼んで帰ります。はい、ボルトで呼んだ車が到着しました。こちらで楽々帰ります。はい、皆さんには来る時もグラブやボルトを使って配車して、車で来ることをお勧めします。ではこのままお昼ご飯を食べに行きます。お昼ご飯は宿と時計塔から超近くのこちらのカオマンガイ屋さんでいただきます。フライド&ボイルドチキンライスを注文しました。美味しそう。いただきます。ボイルドチキンはすごくジューシーで、フライドチキンはサクサク。店の雰囲気も良くて綺麗でいいお店です。店内の雰囲気はかなり綺麗で、日本でも通用するような清潔感です。このクオリティでこの値段はチェーン店なのでしょうか。後で調べてみます。はい、ではもうクタクタなので夜までホテルでゆっくりします。では晩ご飯を食べに行きます。今日は土曜日でサタデーナイトマーケットっていうのを開催しているので、それを見に行きます。宿から徒歩1分の通常の道が歩行者天国でめちゃくちゃ盛り上がっている、ナイトマーケットになっています。食べ物だけではなく民芸品や、洋服だとかいろんなものが立ち並んでいます。結構盛り上がってんな。200バーツで本当かな、ユニクロの服が売っています。本物かどうかわかんないですけど、一応、タグもついてますね。本当に数えきれないほどの店舗数ですね。かなり多いです。こういう屋台で USB ケーブルが大量に売られているのを初めて見ました。こちらはスマホ保護フィルム屋さんです。面白い。タイの雰囲気もあるこの活かしたデザインの服が、結構しますね。5000円近くするのかな。この生地感のしっかりとしたタイっぽいデザインの服が189バーツ、約800円なんで結構安い気がします。こちらタイの伝統的なもんなのでしょうか。こけしみたいな雰囲気がありますね。値段は150バーツ。先ほどはこけし風のものを見かけましたが、ガチこけしも置いています。赤ちゃんもいっぱい売ってます。赤ちゃん100バーツ。こちらはお皿屋さんなんですが、まさかタイで白虎隊デザインのお皿を売ってるのを見れると思いませんでした。すごい人の流れですね。こう見ると、チェンライ結構人口多いのかもしれませんね。あちらの信号を見ると、ここが普段車道っていうことがよくわかるかと思います。今十字路の真ん中に立っているのですが、もう全ての道なんていうの、縦横全て、歩行者天国の、マーケットになっています。焼きとうもろこしがあったんでちょっと買って食べてみます。10バーツでした。約40円。安い。いただきます。おいしい。味は日本で食べる焼きとうもろこしとも全く一緒って言ってもいいぐらいですね。美味しい。安い。しかしこの規模のマーケットが毎週土曜日に行われてるっていうのが信じられないぐらい盛り上がってます。こちらのお店なんか日本の縁日感がすごいです。こちら、日本人的にはお寿司と言えるかわからないですけど、お寿司屋さんです。欧米系の人に大人気ですね。なんですかね、これ公開床屋さんです。うわ、すごい面白い。回転焼きのようなものも売ってますね。こちらは1個10バーツです。こちらはたい焼き屋さんです。タイでたまに見かけますね。たい焼きマシンです。見たことないこんな形。たい焼き10バーツ買ってみました。いただきます。
これ中身はバナナで、味はバナナカステラみたいな味ですね。これはこれで美味しいかなと思います。こちらのジャンキーなお店で大きくて安いハンバーガー見つけたので買ってみます。日本語で30バーツですと話しかけてくれました。こちら動画でわかるかわかんないですけど、かなり大きいです。30バーツです。いただきます。ジューシーなお肉でボリュームたっぷりでコスパめっちゃいいと思います。いや、温めて食いたいな。途中の広場ではお姉さんたちが踊り狂っています。わー、楽しそう。どこか日本の盆踊り的なバイブスを感じますね。はい、ちょっと1時間半ぐらい歩いてみたんですけど、まだ半分も回れてません。ちょっとキリがないんで一旦ここで締めようと思いますが、もしチェンライに旅行プラン立ててる方は土曜日をね入れて、ぜひこのマーケット来てみたら楽しいと思います。じゃあ一旦今日おやすみなさい。バイバイ。はい、今日はホワイトテンプルっていうところとシンハーパークっていうチェンライでもかなり有名な観光地に行ってきます。チェンライの中心地からホワイトテンプルまで、グラブ、配車で約600円ぐらいなんで全然それで行ったらいいんですが、節約旅なんで、ローカルバスを使ってできる限り安く向かいます。ちなみに、宿からバスターミナルまでは徒歩8分ほどです。こちらのプラットフォーム6番のバスがホワイトテンプルへの直行バスみたいなので値段聞いてみます。バスに乗車して約45分ほど待って出発しました。値段はかなり安いですが、普通の方はもう絶対グラブとかボルトで配車して向かうのがおすすめです。バスの車内は清潔感抜群とは言えませんが、普通に不快感なく、乗れるぐらいの清潔感です。到着しました。皆さんはぜひ、グラブかボルトで来てください。道路の奥にうっすら見えるのがホワイトテンプルです。そこまでは歩いて向かいます。こちらがホワイトテンプルの入り口です。お寺というかもはやもうテーマパークの入り口みたいな雰囲気です。さあ入りましょう。では外国人観光客は入場料が100バーツだそうです。こちらチケットです。100バーツ。ちなみにお寺なので露出の激しい服装は禁止されているので、来る方は気をつけてください。こちらがホワイトテンプルの全体像です。わ、かっこいい。白。池に泳いでいるコイも基本的には白という徹底ぶりですが、ちょいちょい赤いやつもいます。こちらのお寺内のものほぼ全てが真っ白なので、ゲレンデ的な感じでかなり眩しいので、来るときはサングラス絶対推奨です。遠くから見ると非常に美しいホワイトテンプルですが、少し近づいてみるとこういうなかなかねグロテスクなデザインになっています。ちなみにこのホワイトテンプル、サグラダ・ファミリア的な感じでまだ建築中で完成はまだまだ先だそうです。しかし子供が泣き叫びそうなデザインの数々です。見つけられるでしょうか。この数々の手の中に一つだけ赤いマニキュアをしている手があります。本堂に続くこの道は基本的に途中で立ち止まってはいけない、戻ってはいけないそうなのでお気をつけください。立ち止まれないのでこのノンストップでちょっと歩いていきます。いや本当に眩しくて目がやられそうな白さです。ではこの奥の本堂は、撮影が禁止みたいなので一旦撮影止めます。はい、ちょっと撮影禁止エリアの中身、口頭でちょっと説明します。中身、まず色が白じゃなくて金色でした。金色の壁に包まれていました。でその金色の壁になんかありがたい感じの絵が描かれていましたね。あとお坊さんがいるって思ったら、蝋人形のお坊さん、多分タイの偉い僧侶の方だと思いますがありました。で広さはねそんな大きくないです。フィットネスクラブのスタジオ A ぐらいの、サイズ感でした。はい、中身そんな感じです。撮影禁止エリアを出た次に、目に飛んでくるのがこちらの景色ですね。正直入り口のデザインが一番凝っているような印象があります。さらに奥に進んでいくとこのような光景が広がります。何か RPG ゲームのダンジョン感のあるお寺です。大事なことなので何度も言いますが、来るときはもう絶対にサングラスかけてきてください。眩しいすぎる。
はい、メインダンジョン、メインのお寺クリアです。いや、めちゃくちゃかっこいいお寺でした。ちょっとね、他にも見どころあるっぽいんで、そちら見てきます。ちなみに今のところお坊さん、僧侶の方は一人も見かけていません。楽しいですが、ありがたい雰囲気みたいなのは皆無のお寺ですね。顔出しパネルがあったんで、せっかくなんで撮ってみます。インスタ映えしそうなブランコもあります。続いてこちらの黄金の建築物なのですが、なんとお手洗いです。ちょっと中も見てきます。お手洗いなんでちゃんと人がいないタイミングを見て撮影させてもらっています。中も金色ですね。で、個室トイレの数もすごいです。電気自体も綺麗な感じですね。こちらの木にはたくさんの生首が吊るされています。見てみましょう。バットマン、レイザーヘッド、ヘルボーイ、スネアゴル、マレフィセント、ウルヴァリン。いやー、ありがたくないですね。そしてこのお寺をデザインしたのがこちらのおじさんです。なんか岡本太郎的なバイブス感じます。なんか気さくなおじさんな感じがします。はい、まだまだ見どころたくさんあるんですが、一旦ここまでにします。ちなみにお坊さんは一人も見かけませんでした。あとめちゃくちゃ暑いんで、韓国来るときは午前中がおすすめです。本当にすごく綺麗で楽しいところなんで、ぜひ来てみたらいいかなと思います。じゃあお昼ご飯食べに行きます。ではこちらのホワイトテンプルの正面入り口の真向かいにあるお店でお昼ご飯いただきます。こちらのお店、立地的に観光地価格かなと思ったんですが、チキンカオソイが60バーツなので、決してそこまで高くはないです。期待していたよりも量も多くていい感じですね。いただきます。ずば抜けてるとこもないけど弱点もない、バランスのいいカオソイです。立地を考えるとコスパ高めだと思います。ちなみになんですが、カオソイを頼んだ時についてくるこれらのトッピングは僕は全て入れるタイプです。ごちそうさまでした。はい、美味しかったです。では次はボルト、配車アプリで車を呼んでシンハーパークに向かいます。ボルトさん来てくれました。ホワイトテンプルからシンハーパークまでは車で10分弱の距離です。ちなみにシンハーパークはシンハービールの会社が運営する東京ドーム約270個分の大きな公園です。ありがとうございました。こちら到着しました。シンハーパーク、奥に見えるのがシンハーのシンボルの銅像です。シンハーパークは自家用車で自由に回ることもできるのですが、もちろんそんなことはできないので、ファームツアーに参加します。1人150バーツ、ちょっと高め。ツアーでは5カ所ほど回るみたいです。で、各ポイントで15分おきぐらいにバスが出ているので、好きなタイミングで乗って好きなタイミングで降りればいいそうです。こちらが移動用のバスです。ドアなどはありませんが、ゆっくり走ってくれるので安心して気持ちよく移動できます。乗り物と移動の雰囲気としては、サファリパークみたいな感じです。のどかな雰囲気で気持ちがいいです。一つ目のスポット、スワンレイクに到着しました。おそらく白鳥がいる湖でしょう。餌が40バーツで販売しています。スワンレイクですが、白鳥より鯉が目立っています。見えるかな、奥にいる白い粒が白鳥です。そして近くには黒鳥もいます。どうやら白鳥と黒鳥以外にもいろんな種類の鳥がいるそうです。カメラが趣味で望遠レンズを持っている人にはかなり良いスポットではないでしょうか。では次のスポットに向かいます。派手さは全くないですが、なかなかちょっと楽しいかもしれません。2つ目のスポットに到着しました。こちらはお花コーナーですね。見てください、この大量のひまわり、こんな数のひまわり初めて見ました。本当に普通に歩いているだけで、癒されます。気候の影響か、タイはお花が綺麗なスポットがたくさんあります。今気づいたんですが、暑すぎてひまわりも太陽に背を向けています。女性たちが映えている写真を撮ろうと頑張っています。いや、その気持ちわかる。各スポットには水分補給やコーヒーを飲めるような場所が準備されています。置いているドリンクはもちろんシンハー製の商品です。こちらのコーナーではお茶の試飲ができます。チェンライはお茶の名産地だそうです。日本クオリティ。
それでは3つ目の目的地に向かいます。子連れのレジャーには最適な場所だと思います。こちら茶畑ですね。綺麗。3つ目の目的地に到着です。こちらは動物園コーナー。激近でキリンを見ることができます。餌やりもできるようです。あ、何してんあいつ。見えるかな、奥の方にちっちゃい子供シマウマがいます。わ、かわいい。シマウマは尻尾もしましまです。驚くほど近距離でシマウマが見られます。近っ。こちらは羊です。ウール 100% でめちゃくちゃ暑そう。え何あの顔、ムカつくな。他にも数種類動物いますね。ただライオンとかトラとか肉食獣はいないですね。動物好きな人はぜひ立ち寄ってみてください。4つ目の目的地です。こちらではかなり長い距離を移動するジップラインがあります。値段も高いし怖いので僕は乗りません。レンタル自転車やレンタルバギーがあります。ここはアクティビティがメインみたいですね。値段はこちらです。興味のある方は一時停止してみてください。なかなか高め。アクティビティにあまり興味のない方はこちらのおしゃれなジブリっぽいカフェかなで休憩ができます。こちらのカフェではシンハーのビールも売っています。お酒好きな方はぜひ。僕はちょっとお酒得意じゃないのでシンハーパークでしか売っているのを見たことがないこちらのジュースを飲みます。値段は若干高めですがもちろんコーヒーなども飲めます。ちなみにアメリカーノはホットで60バーツ。席数は少なめで座るのは少し難しいかもしれません。数分待ってどうにか座りました。いただきます。マルベリー味、クワの実味の、シンハーのジュース。味は普通でした。別に特別美味しくはない。一応 Wi-Fi も使えますが長居する場所でもないしアカウント作成が相当めんどくさいんで使うのやめときます。4つ目のスポットはお金がなければまたの休憩スポットっていう感じかもしれません。あれ置いてかれた。今4つ目のスポットで、もう1個あるんですがちょっと時間が来ちゃってもう1個最後のやつ行けないっぽいですね。5時になるとバスっていうのかな乗れなくなっちゃうみたいなんで皆さん早めに行きましょう。では今乗っているこちらのバスでスタート地点まで戻ります。こちらのシンハーパーク、キャンプとかもねできるみたいなんでもし興味がある方は調べてみてください。バイクとか車自分で持っていると余計楽しめるかもしれません。入り口まで戻ってきました。最後にシンハーの像だけ近くで見に行きます。ネットでシンハーパークについて調べるとまず出てくるのがこちらの像、ドカーンと出てくるんですが、実際生で見るとそこまで大きくないということをお伝えします。ただシンハービールのファンの方はぜひ一度生でご覧ください。では帰り道は選択肢がないのでボルトで車廃車してホテルまで帰ります。30分近く待ってどうにか廃車できました。この時間帯車見つけるの少し難しいと思うので、それも込めてシンハーパークなど来るの早めの時間帯がおすすめかなと思います。はい、到着しました。ありがとうございました。助かりました。はい、今日はもうクタクタなのでゆっくり休みます。おやすみなさい。はい、今日はチェンライのローカルな床屋さんで髪の毛を、切ってきます。以前チェンマイで100バーツの床屋さんに行ったことがあるんで、よかったら見てみてください。ビフォーアフターはこんな感じです。でチェンマイは1回あたり100バーツだったんですがチェンライの美容室100バーツのところあんまり見かけませんでした。で今日行くのは1回200バーツで、Google の口コミを見ると結構大人気な感じのお店でした。そこで髪を切ったらこのダサい髪型がどうなるのかちょっと検証してみます。ではこちらのジェントルマンバーバーで散髪してきます。
Thank you. Thank you. ありがとう。はい、髪切り終わりました。こんな感じになりました。どうでしょうか。値段はチェンマイの100バーツに比べて、200と思ってたんですけど300バーツでした。3倍でした。でかけてくれてる手間は2倍以上という感じでしたね。なのでコスパいいか悪いか分かんないんですが、こんな感じになりました。でビフォーアフターもこんな感じです。ちなみに東南アジアで髪を切るのはこれで5、6回目なんですが、その中では一番クオリティが高かったかなと思います。はい、300バーツでした。はいはい、では今日は、明日大きな移動があるので、それに向けて家でゆっくりして体力を回復させます。はい、ではまた明日。4泊したホテルをチェックアウトしました。かなりコスパのいいホテルでした。じゃあ今からパヤオという湖の綺麗な街にバスで向かいますので、とりあえずバスターミナルに行ってきます。さよならチェンライ、住みやすくて観光地も素敵なとてもいい街でした。また来ます。チェンライバスターミナル1に到着しました。時計台から徒歩で5分10分ぐらいの距離です。チェンライからパヤオ行きのバスのプラットフォームは13または14、出発まで約30分あるのでバスターミナルでゆっくり待ちます。チェンマイのバスターミナルにはあった AIS の Wi-Fi はチェンライバスターミナルにはないようです。バスターミナル内には売店や ATM もありますし、バスターミナルの目の前にはセブンイレブンもあるので買い出しには困らないはずです。ツーリストインフォメーションもありますので、わからないことがあればこちらで聞きましょう。お手洗いもありますが使用料が3バーツかかるのでお気をつけください。使用できるのは朝の6時から夜の8時までなのでお気をつけください。ちなみになんですが、チェンライバスターミナルに描かれているこういうグラフィティアートっていうのかな、レベルが高いものが多い気がします。ではこちらのバスに乗ってパヤオに向かいます。こちらがバス車内の雰囲気です。エアコンも効いているしお手洗いもあるので何も問題なさそうです。VIP 席とノーマル席があるんですが、今回の移動は短い距離なのでノーマル席を選びました。予定から12分遅れで出発です。2時間弱でパヤオバスターミナルに到着しました。こちらパヤオのバスターミナルは小さくて静かな雰囲気のいいターミナルです。お手洗い無料で使えました。ではチェンライ編の動画はここまでです。次回パヤオ編もぜひご覧ください。では予告どうぞ。なんかパヤオとにかく優しい人が多い気がするので、少し困っているような素振りを見せるだけで結構話しかけてくれて、助けてくれるような人が多いです。ちょっと不安になってくるレベルで安いです。